こんにちは、たかしです。本日は2月11日土曜日、週末ですので、来週13日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは下髭の陰線となっております。ここのところずっと分かりにくい動きをしてますね。基本的には下落トレンド中です。その下落トレンドの中の踊り場にいるのですが、ここからトレンド転換で上昇していけるのか、それともこの踊り場から再び下落トレンドが継続するのかというところにあるのですが、ここのところはさらにその中で小さくレンジを作ってますね。この下落トレンドの踊り場、大きなレンジとしては高値が 161.8 付近から安値が 155.8 付近までの大きな幅でのレンジ。その中で直近見ていただくとわかるんですが、ここ1週間ほどはその中でもさらに小さなレンジを作ってます。上限が 159.6 付近、下限が157円付近でしょうか。その間でのレンジになっておりますので、今は非常にわかりにくいなと。ただし、全体的に冷やしを見てますと高値は切り下げてきてます。そして安値は切り上げてきているというところで、ここでも方向感がなくなってきております。ただ、基本的には下落トレンド中ですので、方向感がないときはその下落トレンドに従っていくのがいいのかなと思ってます。その中でストキャスティクスは今安値圏からのゴールデンクロスでの上昇。で、過去のゴールデンクロスからの上昇を見てますと比較的大きく上昇してますので、今回もまだ上昇する可能性はあるんですが、買い足では少し動きが怪しくなってきましたので、このゴールデンクロスからの上昇は高値圏まで行けずに途中から折り返して下落する可能性というところも考えておきたいですね。では4時間足です。4時間足はオレンジの平行チャンネルを描いてます。この中で現在動いてます。綺麗にこの上限下限が意識されているのがわかりますね。さらにその中でこの平行チャンネルの中でも高値を切り下げてきて、で安値も少しずつ切り上げてきてました。なので今かなりわかりにくいところにいるのがわかります。基本的にはこの GMMA の動きを見ていただいたらわかりますが、今はレンジですのでわかりにくい動きをしやすい、そんな試合になっております。ですのでわかりにくいところではエントリーしない、分かりやすいところに来た時だけエントリーしていくっていうのを心がけていくのがいいですね。ただ現在気になるのがこのオレンジの平行チャンネルの中で動いていたんですが、今までは下限から上限、上限から下限、下限から上限と来ていたものが今下限からセンターラインで反応して返されてきております。つまり上限まで行くだけの買い圧力がないということですね。現在は平行チャンネルの下半分で動いている状態、さらにその中でも値動きが収束してきておりますので、もうしばらく時間が経ったところでどちらかに抜けていきそう。ただ全体としては売りの圧力が強くなってきておりますので、その辺は注意ですね。とはいえ現在安値も切り上げてきてますので、そこが分かりにくいので、やはり分かりやすいところでのみエントリーをしていくということを心がけるのが大切ですね。では1時間足です。1時間足には黄色のボックスを描いております。上限が 159.6 付近、下限が 157.5 付近というところでのレンジですので、このレンジに引き付けてトレード、もしくは抜けた方にやっていくっていうのがいいと思います。現在は中央付近ですので、その中での分かりにくい動きをしているだけですので、まずはレンジ上限、下限に引き付けてから、そこから次のトレードを考えていくのがいいと思います。何度も言いますが、分かりにくいところ、昨日みたいなこういう動きをしているところ、つまりボックスの中央付近っていうのはどちらに行くのかが分かりませんので、分かりにくい時はとにかく待つっていう姿勢が大切ですので、その辺を心がけていきましょう。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しております。本日は土曜日ですので今日の午後から更新予定です。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。
インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。